皆さんには今すぐにでも逆走してほしい K-POP がありますか？昨年秋から冬にかけて K-POP ファンの方々を対象にアンケートを実施。トップ20をランキング形式でお伝えします。まず20位はステイシー、ビューティフルモンスター。ステイシーの爽やかでキューティーな魅力が一番詰まった曲だと思うから。ずっと聴いてる曲、唯一無二の神曲、もっと評価されてもいいと思う。など、想像していたよりも音源成績が振るわなかったことを惜しむ声が多く上がりました。続いて18位は同率で2曲。最初の楽曲はケプラー、ガリレオ。ケプラーは天才だから、歌詞もメロディーも可愛くて、ケプラーの魅力が発揮されているから、今のガルクラが流行ってる曲調とは違うけど良い曲だし昔のポップみたいで好き。など、可愛さの中にかっこよさもあるこの曲に、ハマったファンの方も多かったようです。個人的にも両曲だし、うまくいくかな、と思っていたのですが、音源成績とは難しいものです。18位、もう一つの楽曲は、キスオブライフ、シュ。4人の個性がわかりやすいし、最近のヨドルにもない感じがめちゃくちゃ良い。など、新人とは思えないクオリティに感嘆したファンも多かった模様。さらに、サバイバル番組、プロデュース、アイドル学校ファンなので、プロデューサーのイヘインがこのグループが売れることで少しでも報われてほしい気持ちもあります。というコメントも。現在、バッドニュースがチャートを逆走中。どこかのタイミングで必ず爆発的に売れるグループだと思います。続いて17位は、オーマイガール、クローサー。この曲、ミュージックビデオが世間に知られてないのは本当にもったいないと思います。神秘的なミュージックビデオ、フォーメーションは上から見ると正座になっていて、デビューしたばかりの制作陣の気合の入れようを感じられる。スンヒちゃんのアドリブ大好き、MV 構成神ってる。と、この曲のミュージックビデオの素晴らしさに言及するコメントが多く見られました。オマゴルは、ノンストップの成績大爆発より前から、クオリティの高い楽曲をリリースし続けていたグループです。個人的には、ウィンディデイが好みです。私の好みはさておき、16位は、プロミスナイン、ウィーゴー。プロミスナインの中でも人気があり、イベントでの定番曲となっていますが、リリース日がネクストレベルと被っていたりで世間的には埋もれてしまっていると思うので、再注目されてほしいと思っています。などのコメントが、他のコメントにもある通り、チャレンジが流行り、メロンにもチャートインしていましたが、上位圏までいけなかったのがもどかしいものでした。さて、14位も同率で2曲。まず1曲目は、ザ・ニューシックス、Quit for Now。ちょっと懐かしさを感じるメロディーラインと、ついつい口ずさんでしまうサビが大好き。誰もが一度聴いたら最高。となるのに、まだ多くの人に聴いてもらえていないから。聴く人を一瞬で虜にする、声量とノスタルジーが共存したキャッチーな曲です。とのコメントが、この曲に寄せられていたコメント、すべてに愛を感じると同時に、逆走してほしい、という強い気持ちを感じました私は。さあ、14位、もう一つの曲は、ペンタゴン、シャイン。神曲、キャッチーなメロディーと歌詞と振り付けで注目を集めたが、TikTok などがすでに発達した今なら、さらに人気な曲になっていたはずだと思うから、もう一度逆走して喜んでいる姿が見たいから。輝かしいチャート逆走から自身の知名度を大きく上げることに貢献した楽曲ですが、確かにチャレンジ文化が発達した今の方が、さらに爆発的な人気を獲得できたかもしれない。そんなポテンシャル満載な、本当に良い曲です。さて、13位です。キスオブライフナッティ、シュガーコート。あと少しでメロントップ100に入れなかったのが個人的に惜しくて、逆走して、ナッティ、そしてキスオブライフももっと売れてほしいなと思います。個人的今年最高のソロ曲だったから逆走してほしい。もちろんキオプも。メロン日韓ピークは119位、100位圏内まで本当にあと少しでした。中には、ボアの再来、宇多田ヒカルのオートマチックを連想させるような名曲。というようなコメントもいただきました。オーディションを経て、ソロデビュー、そこからのグループデビューとなったナッティですが、確かに何か神々しいオーラを感じます。続いて、12位の発表です。ビキニキ、シエスタ。ほんまにいい曲が最高にいい。2021年ではトップ5には入るクオリティの高さの曲なのに全く噂されない。夏でも冬でも聴けるエモさのある曲です。
デビュー当時は注目を浴びたウィキミキが少なくなっていく活動と未だ1位を取れていないというのを歌詞に感じた。なんでこんなにも有名にならないのかわからない。大きめの音出して聞いてほしい。本当にハマるから。契約更新のこの時期に一発逆走してこの先の活動も見たい。このまま解散していいグループじゃない。この曲を最後にカムバックがないウィキミキ。デビューアルバムは2017年デビュー組で1位の販売量も記録したりしましたが、キャリアで音楽番組1位がまだないのが本当に信じられません。楽曲は全てクオリティが本当に高いです。さあ、11位です。エイプリル、ララリララ。良い曲、可愛くて清楚で大好きな曲です。音楽番組でもあと少しで1位取れそうだった。解散しちゃったけど、神曲なので何かをきっかけに逆走してほしい。この曲はバグスチャートで1位を記録したり、次の Now or Never では史上最難関のメロン24ヒッツにも入ったりと、ここから一気に大衆人気を獲得できそうだったエイプリル。真相は当事者同士にしか分かりませんので詳しくは語りませんが、騒動が起きてしまったのが本当に。各サブスクからこの曲がなくなってしまったのはなぜなのか。コメントにもあるように本当に歌詞が綺麗な曲です。個人的には大納得の曲選です。いよいよトップ10、まずは10位から。ロケットパンチ、フラッシュ。とにかく曲調が良く、かっこよさと儚さを兼ね揃えたような楽曲です。ファン外からも良曲だと言われているのでもっと多くの人に知ってほしい。ロポンの最高傑作、もっと売れてくれ、切実に。ここで満を持してロポンが登場。サブの中毒性たるや、私も流行るものだと思っていました。活動期がIVEとか TWICE と丸被りしてて、いい曲なのに埋もれちゃってる感あるから逆走してほしい。中毒性抜群だし、神曲すぎてなんで売れてないのかが謎すぎる。数あるロポンの楽曲の中でも、特に根強い人気を誇るフラッシュ。早く爆発的に売れてほしいグループの一つです。続いて、9位は、レッドベルベット、サイコ。コンセプト美女ともに最高なのに、音楽放送があまりなかったのが残念だが、だからこそこの曲が伝説と呼べる。もっと評価されてもいいと思う。高級感があって、優しい音色と力強い歌声が合わさって、聴いていると心地よい感じになる。バックグラウンドの低い重い音が響く感じがすごい切ない気持ちになる。気味悪いコンセプトも本当に好きです。この他にも、冬のベベが好き、といったコメントもありました。ウェンディが事故に巻き込まれてしまい、プロモ活動が中断せざるを得なくなってしまった中、ノープロモの状況で音楽番組9冠を達成した伝説の楽曲です。さあ、8位はどの曲だったのでしょうか。チョッサラン、シャイニングブライト。一昔前の懐かしい K-POP の雰囲気があって好きです。今流行りの楽に聴ける曲やガルクラっぽい強めの曲ではなく、明るく弾けるような元気をもらえる曲だから。この曲は明るい曲調なのですが歌詞を見るとどこか切ない曲となっていてみんなに聴いて欲しかったからです。すごく爽やかで今の第4世代に足りないものを持ってる曲。次世代の余震。との声も。いやー、ここでチョッサランが登場です。清純、王道のアイドルソング。デビュー曲を聴いた瞬間、これを求めていた、と感じた方も多いはず。2曲目も王道、そしてこの曲です。K-POP 界では珍しい、全員が同い年というグループです。まだまだいきます。7位の楽曲は、TWICE、フィールスペシャル。この曲は何より歌詞がグッとくる。あの大変だった時期にリリースされたからこそ響いた曲。もっと売れるべきだった。あの歌詞はいろんな人を救ってくれると思うから、もっと知名度上がってほしい。疲れたり、嫌なことがあった時に聞くと元気が出る。と、その歌詞への言及が多いものでした。特に、サビの歌詞のメッセージ性が強いですね。みんなが活動を休止しており、歌詞も意味深いものとなっていたが、音源成績が振るわなかったように記憶している。売れなかったわけじゃないけど、めっちゃ歌詞が良いのに、他の曲に比べてロングランできなかった。チャートイン週数は22週。ファンソングに近い楽曲ということで、致し方ない部分もありますが、もっと長くチャートインしても良い曲だと思います。中には、長文でのコメントもいただきました。ワンスのこの曲に対する深い愛を感じます。続いて、6位の発表に参りましょう。ケプラー、バックトゥザシティ。少し洋楽テイストの明るい曲調で、聴くと元気が出るし歌詞も青春でいい曲だからです。強い女の子でも可愛い女の子でもない、ノスタルジックな歌詞とメロディーがどの層にも刺さるはずと今でも信じています。歌詞が綺麗で収録曲なのに一番人気の曲。そうなんです。収録曲にもかかわらず6位にランクイン。メロンのいいねは、このアルバムの他の収録曲と比べ、2倍の差があるほどです。
いよいよトップ5、まず5位は20、ハートリス。韓国でもっと伸びてほしい曲です。20のデビュー曲で成功してほしい。逆走とは違うかもしれないけどこれからどんどん伸びてほしい。20の韓国デビュー曲がここでランクイン。韓国の音楽番組でも1位を獲得。韓国人メンバーで構成されていないグループによる1位は韓国音楽史上初の快挙となりました。簡単そうに見えて実は難しいパズルゲームのデコボコをイメージしたダンスも注目。トレンドの Y2K と全盛期 TWICE を彷彿とさせる可愛い系統がうまくミックスされていて、かつパフォも歌も最高だから、2018年を彷彿とさせる可愛いコンセプト。同じ事務所の先輩を思い浮かべた方も多かったようです。PD ニム、本当に両曲を提供してくださいました。さて、4位の発表です。FX、フォーウォールズ。ユジみたいなアイドルが天下を取っているこの時代だったら、もっと高く評価されていたんだろうなと思う。フォーウォールズがミンヒジンの最高傑作だと思ってる。アンバーという存在がヨジャグルにいた事実はたくさんの女の子たちを救ったと思う。FX は女の子がボーイッシュにも、キュートにも、エレガントにも、何にでもなれるということを示す唯一無二で奇跡のようなグループだったし、フォーウォールズの美しい記憶は今でも私たちを支えてる。8年経った今でもおしゃれで最先端な音。SM 随一の楽曲だと思うため、ただただ神曲、逆走したら伝説感ある。FX は本当に唯一無二のグループです。いつまでもカムバック、待ってます。時代が早すぎた。K-POP オタクが口を揃えてエプはあの時代には早すぎたっていう理由が分かった。聞け、ニュージーンズおじさんたち。最後のコメントのインパクトよ。それにしても、エプは今デビューしてもとんでもないことになりそうです。もはや100年後にデビューしても衝撃を与えそう。いよいよトップ3。まず3位はアイズワン、パノラマ。ファンからの評価が完璧な上に解散を匂わせる思い出深く切ない曲だから、IVEやLE SSERAFIMからメンバーを知った人も多いと思うので一度聴いてみてほしいです。亡霊 WITH1 より。アイズワンが解散前最後のタイトル曲で一人でも多くの人にこんなに素晴らしいグループがあるんだということを広めたかったからです。ママで披露されて個人的にすごく好きな曲。期間限定グループということがとても惜しかった。パノラマは今後も受け継がれていくべき。WITH1の集大成、もっと伸びてほしい。ある意味ではとんでもなく美しい解散曲だったのかもしれません。このグループにしか出せない曲ですよね。長期間チャートインはしてたけど、思うように上位にはいけなかったから、またいつかアイズワンが再結成した時にバコーンと逆走してほしい。メロンでの日韓ピークは50位台でしたが、20週以上チャートイン。あの頃、アイズワンのファンダムは、女性グルの中でもトップレベルで強大で確固たるものだったと言えます。それほど、本当にすごいグループです。さあ、続いて、2位の楽曲です。NMIX、パーティーオクロック。夏の夕方に聴くのにぴったり曲で、みんなの高音が涼しくて爽やかなサマーソングだから、塩味の曲の中で一番大衆受けしやすそうなのと、そろそろ他の4世代のトップアイドルたちとバチバチに戦っているところが見たいから。衣装も美女も歌も全部いいので、もっと売れてほしいからです。本当に神曲なのにもったいない。いい歌すぎるので、大衆に見つかってほしいです。激しく同意。個人的には、Love Me Like This よりも両曲だと思うけど、この曲もなぜ売れなかったか謎。本当に、塩味には報われてほしい。コンセプト変わったからあんまり浸透しなかったのかなと思うともったいない。NMIX は全てのタイトル曲に当てはまるけど、ボーカルやアドリブ完璧な楽曲なのに、良い結果を出せず無冠で終わってしまったから。ポテンシャルモンスター、NMIX。良い曲なのに、成績が振るわないのはなぜ、ともどかしく感じられたファンの方々が本当に多かったです。ポイントの大きさからもそれが伝わってきました。そのパーティーオクロックを抑え、1位を記録した楽曲は、この後、すぐの発表です。TWICE、トークザットトーク。TWICE の集大成が感じられて爆エモ。特にラスサビ、リリースの時期に音源強者と重なって伸びきらなかったのが残念。完全体再契約が決定して初のカムバックで、ミュージックビデオの最後の QR コードが公式インスタの最初の投稿というエモさ。流行りの Y2K コンセプトでライブ映えが最高だから。神曲なのはもちろん、メンバーが全員楽しそうにしてるのがとても好きだった。TWICE が9人揃っての再契約後初のカムバで、ワンスからしたらただただ嬉しかったです。久しぶりの可愛い TWICE、反応も良かったのにいまいち伸びきらなかったのが本当に残念。本当に、まさに TWICE を体現した楽曲でした。これぞ TWICE って感じで当時は売れるだろうなと思っていたのに、TWICE らしさもあってすごくいい曲なのに無冠だから。ライブであんなに盛り上がる曲だし、なんで売れなかったのか不思議。
ロンのソロ活大成功後、再契約後一発目のカムバ、ソシ、ブルピン、アイブが同時期にカムバというよじゃ戦国時代の最中に出て、アフターライクと同じくライブ刺さったのに全然伸びなかった。マジで理解できない。曲めちゃくちゃ良いし、逆走してたのに、地速で止まってしまったのが惜しすぎる。逆になんで流行らなかったんだろう。あの時は周りが強すぎて無感に終わっちゃったけど、本当にライブではめちゃくちゃ盛り上がるし、ザ・アイドル、TWICE って感じ。無感なのがなかなかに渋い。正直なぜ無感なのか、ワルツで聞いた時、TWICE の中で特別な曲だと思った。誰にでも聴きやすい曲なはずなのですが、メロンのトップ10に入らなかったり、音楽番組でも1位も取ることができなかったりしたのが残念だと思ったのでこの曲を選んだ。時期が良かったら絶対にいっぱい1位取ってたと思います。かくいう私も、この曲が流れてきた時には、なぜ1位を取れなかったのか、不思議に思うことがしばしば。メロンのコメントには、全盛期に出ていれば、確実に長期政権だったはず、という本国ワンスの鋭い指摘もありました。音源チャートを無双すべき曲だったと思います。チャート逆走してほしい K-POP トップ20はご覧のような形になりました。皆さんの投票された楽曲や、想像していた歌は入っていましたか？ではここからは、惜しくもトップ20に入れなかった楽曲を、順位別で順にお伝えしましょう。各場面は、10秒ほど継続します。投票者の皆さんが考えた、逆走してほしい理由、とくとご覧あれ。21位タイ、ラブソースウィート、ローラーコースター、ビバーチェ、ウィマストラブ。25位タイ、Want You to Say, What a Beautiful Day、銀河民がよ、ケーキ、マスク、ラブオアダイ。31位、スクリーム。32位タイ、ラブリー、ビューティフルビューティフル、ジェネレーション、バタフライ。36位タイ、クラッシュ、ナーディー、スウィートジュース、OO、エイプリルストーリー、ザ・フィールズ。42位タイ、クロスローズ、インブルーム、キリンミーグッド、ライジング。46位タイ、ハニーヨアスパイス、メルティングポイント、オフダレコード、ウィフレッシュ、ポップポップ、ガールズキャピタリズム。ここからは楽曲紹介は省きます。行の左が楽曲名、右がアーティスト名です。続いて78位以降の楽曲です。次に98位以降、ここからは楽曲のみの記載となります。引き続き98位タイの楽曲です。引き続き98位タイの楽曲です。続いて211位タイの楽曲。ここも楽曲のみの紹介です。引き続き211位タイの楽曲です。最後に299位タイの楽曲。引き続き299位タイの楽曲です。投票してくださった皆様に厚くお礼申し上げます。最後にもう一度トップ20をお見せし、この動画を終えたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。